熊さんお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ今日のオールドマックス取りたいのでお願いします。お願いします。昨日ちょうど AVCC の最終戦があって、予選はまあ2番手でタイムも出てて、本当に調子良かったんだけど、決勝は2周目まで2位で3周目にこの急にもうクラッチペダルがなくなって、今この状態になっちゃって、落ちちゃって俺ダメだなと思って、いろいろ考えたんだけど、結局はクラッチない状態で3、4無理やり入れながら完走はして一応クラス優勝、総合4位で終わったんだけど、今日帰ってきて朝下ろして結局開けたら、これがついてたカバンなんだけど、ここに要は豚の爪って言われてるクラッチのレディースシャフトがあって、ここの割りピンが抜けてならしょうがないんだけど、割りピンなんで多分抜けることは絶対ないと思ってて、だから朝見たらちぎれてはいたんだけど、やっぱり半分は穴入ってたんで、おそらくこのなんていうの、抜ける力で割りピンがあっても割りピンを曲げながら上げちゃったみたいで、結局これが外れてクラッチが切れない状態で、本当このね10円もせん部品1個のために10円もせん部品本当に見ときゃ、本当これちょっとマーキングしてて、一応優先順位で一番最後に見ようとは思ってたんだけど、最後大丈夫だろうっていうのがちょっとあって、それがちょっと本当に悔やまれる。でもそれだけ速いスピード、高回転で走ってる中でクラッチ切らずに3速4速入れても問題ないもん。そうでもね、本当にもう最終手段ですよね。そうピットロード入ってもよかったんだけど、でもやっぱり負けたくないのとやっぱり3周目だったんで、残り3周なんで、最悪もうチェンジせず3速でも走り切ってもよかったんだけど、裏もね切っちゃうと抜かれちゃうんで、なんとかやっぱりガンガンやりながら3、4でなんとか事故とかにつながらないものでよかったです。お疲れ様です。今日はじゃないな今もう10月に入るんで、とにかくちょっと納車がちょっとずつ遅れてて、もうこの今もう予備券まで取って、今ナンバー待ちの状態で、ナンバー来たらもうすぐ走りたいバイクです。今徳ちゃんがやってます。徳ちゃん、こんにちは。こんにちは。何やってるんですか今は？今これふと思ったんですけど、前もウインカーやってましたよね。前もウインカーです。前のフロントの違う車両のなんかそうですよね。まるで前の車両のフロント終わってやっと今数週間後にリアつけてるみたいに。何もしてない感じ何もしてなくなっちゃいますね。違う車両ですね。あれどんくらい？1ヶ月前1ヶ月ぐらいの頻度で撮ってるんで、そうですね、1ヶ月ぐらい前。別に徳ちゃんあれですよね、技術を買ってもらえなくてウインカーしかやらせてもらえないわけじゃないんですよね。でも逆に1ヶ月後に違う車両のウインカーつけてるのも早いな。サイクルで考えればそうですね、確かにセーフじゃあそんなに語るに多くない状況ですね。究極のギボシを作ってます。わかりました。じゃあ絶対外れないようなギボシ取り付けをお願いします。続いてこれはどこだ、静岡の T さん、これもナンバー待ちか。ナンバー待ち。そうだね、ナンバー待ちで、もう外装も濡れてるんで、もう本当にナンバー来ればもうとりあえず予備券も取れてて、そうだね、ナンバー来ればもうあとは走って調整して、ショベルと同じような状態。これもうまくいけば9月中に出せるかなっていうやつ。今は正吾が作業中です。何やってますか？フロント周り。今はスプリンガーを組んでますね。組んでます。本組？そういうことですね。
しっかりといろいろ見ながら、で一旦ついてる最初のうちはもう本当、フォルム見るためにそう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 形だけ据え付けてあるような。そうそうそう、それを今もうちゃんと走れるように。はい、毎回そういう順番なんですか、この辺は。そうだね、最初の仮の段階はやっぱどうせまた外すからはで、何回もね、なんか閉めたな閉めたないだってやってると、はい、わからなくなるもんで、そうですよね。最後もう多分外さないだろうなっていう段階の時に、はいもう全部しっかり、ちゃんと。その方がまあネジの締め忘れとかもないかなっていう。はい、後半じゃあ一周やるような感じです。そう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 、まあ、どの部位もじゃあそんな感じ。そう全体的にそう、もう最初なので、まあ順番で言うとフレーム塗ったらもう足回りはほぼ本組だよね。はい、この間マックスフェスが行われて、どんぐらい2週間ちょいが経ったのかな。23週間ぐらいか。そうですね、の前の日の準備、土曜日の夜にエコパにビーズが来てましたね。ああいたね。ビーズなのかな。ビーズだよ。ビーズなんだよね。アメトークで言ってたよ。ビーズじゃなくてビビーーズ。ズって言うと怒られるらしいね。そうです。ビーズだね。 M ステとか見てるとビーズってそうそうそう紹介されますもんね。らしいよあれは。夜みんなで準備しててビーズが来てて、おう翔吾ファンじゃないですか。まあ、正確には翔吾のお母さんがそうだね、うちのおっか大好きだもんで。そうですね、で知ってるっていう。そう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 。音漏れも聞けて、子供の結構してたらやっぱエコパ近いもんで、しかもスタジアムか、はいアリーナじゃなかったよね。有名な曲も多くてそうだね、歌いながら準備してたもんね。歌いながら準備してコンサート気分で。おううちの翔吾が作ったバイクは過去にビーズさんにちょっとそうだね、ゆかりのあるバイクうんがオマージュというかはいありましたから、じゃあ今日はそんなところですかね。はい、ありがとうございます。よし。ところで熊さん、この天井なんか格子に組まれて今まではなくてなかったですよね。そうそう、一応これ中2階を作って、でもただ物置にするのはもったいないんで、はい一応作業ができるようにの強度で一応作ってもらったんです、で一応今3台乗っけとるんだけど今のところ乗せる方法がなくて、一応ホイストは用意してあるんだけど、はい、ちょっとホイストつけるのもちょっとなかなか難しそうで、今このエンジンのない3台はフォークリフトで2人がかりで、でもフォークリフトも届かなくて、最後はこう引きずり上げてこれフェンスがフェンスが取れるのか、取れるようになってるんですね、で搬入はそこからできるけど上げる方法がない。そうそうそう、ちょっとじゃあ現地行ってみましょうか。ここで本当3台4台作業スペースがあるんで、実際ここでやれたらいいなと思いながら、でも作業するとなるとね、工具をいちいち下に取りに降りるわけにもいかないんで、やっぱり一通りここに用意しないといけなくて、ちょっとその辺は今ちょっと試案中で、結構工具をここで使うとかっていうとこういう隙間とかそう落としたらね危こういうのもないんで怖いですよね。これいつぐらいにできたんですか、この足場っていうか。本当先週ほやほやですか、今本当できて、ここにチョッパー工場と同じ設備がありゃ言うことないんだけどそりゃ無理だよね。そうですよね。まあでも作業場が広がることで作業がはかどる方向にはまず持っていけるようにという考えで作ったってことですね。まあ長期長くなるやつはまあここでやってもいいかなと思うんだけど、普段のやつはやっぱり仮組みがやっぱり一番時間かかるんで、やっぱり溶接もしたいし、それをここに上げるのはちょっと効率悪いなっていう、あれだし、最後の本組をここでやってももう本組したらすぐエンジンかけたいし、走りたいんで、それだったら上げる理由がないし。まあじゃあいずれにせよ上げ下げする方法がちょっと容易じゃないと選択肢が迫られそうですね。それを今ちょっといろいろ考えて、じゃあ移動してきまして、第2工場第2工場、
代わり、この辺は一回お客さんに見に来てもらう予定で、はい、全然ちょっと来られてないんで、じゃあ前回のひょっとしたらそのまんまだよね。奥が M さん、はい、それが K さんか。K さんK さんのはもうまあでもエンジンこれからなんだけど、一応、はい、なんとなく形になっていい雰囲気がそうですね出てて、とまあタカさんが一応こう、はい、作ってるってことだね。前回はフロントやってましたかね。前回はなんかこっちかな。こっちの M 様のフロントを組んでましたね。はい、組んでました。今は何やってるんですか。今は、この K 様のはい、大まかなはい、形を仮組ですか。で一通りが決まったので、はい、まあエンジン待ってる間というか、はい、細かいパーツを、点付けしていたところを、はい、まあ、本付けというか作り込んでいくところです。その手に持ってるのは具体的には、はい、ごめんなさいね、このクラッチの、はい、この一時的に乗せるステップのこの、まあ、取り付ける部品を仮で作ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもちょっと薄くて強度的に心配なので、はい、ちょっと厚めで今作り直してところです。はい、じゃあステップが、まあ、基本のステップとクラッチ操作の時の軸になるステップ、そうですね。はい。だいぶ暑さが和らいできましたか、最近は。そうですね。なんかやっと乗り切ったなって感じ。そうですね。空調服の出番もそろそろ減ってくる頃ですかね。そうですね。昨日ぐらいからなんか、作業してても心地いい。はい。今日風も入りますしね。そうですね。いいですね。はい。了解です。ありがとうございます。ありがとうございました。あとこれが80ショベル、はい、M さん、はい、これも今まあ仮組み状態で、なんとかマフラーとか、ちょっとあとタイヤつけてフォルム決まればちょっとまた写真を送ってみてもらおう。量がこれ多分スピードメーターミッションからはい、スピードメーターのケーブル取り出しがないタイプなんで、まあ、リアにメーターギア入れようとして今、亮がやってます。亮君お疲れ様です。お疲れ様です。それはどうやってつけるんですか。これをリアの左側ですね。左側。はい。でこんな感じで取り付けるんですけど、でまずここが当たっちゃう、はい、このフレームの方に、なんでちょっとカラーを作んないと、はい、当たっちゃうんで、そのギリギリのところのカラーを作ったところです。もうハーレーはそんなことばっかりですか。そうですね。全部そのままじゃつかないっていう感じで。そのままつかないのが多いですね。はい。これはブレーキの機構はリアはこれバナナキャリパーだったと、バナナキャリパーですね。はい、ディスクで、じゃあ右にディスクが来てっていうことで、はい、そういうのでもこれは変わったりするのかな。ドラムだったりしたら。ドラムだったらこの間向こうにあったのは、はい、右側にこれがついてるのは見ました。じゃあブレーキの逆に行きがちなんですかね、その装置は。そうなんじゃないですかね。はい。なるほど。はい。わかりました。そうやってじゃあ一個一個覚えていくわけですね。そうですね。バナナキャリパーならおそらくもう左なんでしょうね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はこんな感じで2階、中2階が新しく作られてたりとか、作業を効率を上げる、そうですね、上げる努力をしてます。でちょっと先輩社員が後輩社員に教える形が立派になったね。だんだんできてきたり。わかりました。じゃあまた次回お楽しみに。